ほら、皆さんどうですかこの焼け具合。はいどうもポンコツ料理研究家ですということでですね、今回はですね、思考シリーズをね、今回やろうと思ってるんですけども、企業さんの案件をやってたんですよ。その企業さんの案件があまりにも美味しいものができてしまって、ものすごい飲んでしまったので、いや、ものすごいは飲んでないな。まあ、そこそこ飲んでしまったので、結構いい気分なんですけども、いい気分な時に、いいチキンが食べたい。鶏を使って至高の照り焼きチキン。今僕の持てる全ての力を使って作っていきたい。これね、まあ僕お酒入ってますけど、至高シリーズお酒入ってるとできないとかたまに言うんですけども、今回はね、至高の照り焼きチキンなのに簡単なんですよ。なので、こちらやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、はい、皆さん見てますか？まずね、鶏もも肉。これね、300g から 320g ぐらいの、鶏もも肉があるんですけども、こいつをですね、まな板にね、ペタンとね、一枚肉で今回焼いていくんですけども、この一枚肉をやるときに、一番重要なことっていうのがなんかっていうと、ほら、これ見てください。鶏もも肉って厚さが均等じゃないんですよ。均等にするのが一番大事なんですね、これね。そうしないと火の入りがこっちとこっちで違うっていう風に、だから生焼けの原因になるんですね。なので、これを平たくしたい。平たくしていきたいんですけども、サントリーウイスキーの青ですね。青を入れていきます。はい。そしてここに、情熱を注いでいきますね。はい。そして飲んでいきます。はい、ラップしていきます。平たくするのに何が必要かって言ったら、やっぱこれですね。サントリーウイスキーの青ですね。はい。平たくしていきます。いやー、やっぱ青は違うね。肉平たくするのは青だよね。ほらほら、見て。めっちゃ平たくなってるでしょ。皆さんはご家庭にある瓶物なんでも大丈夫です。肉叩きとかでもいいですからね、皆さん。めっちゃぺったんこなったじゃん。なんで平たくするかっていうと、火の通りが均一になるから。だから非常にね、薄くやったことによって柔らかい照り焼きチキンになるんですね。これね、ぜひやってください。これ下処理です。台湾風唐揚げの時もやったんですけども、なかなか平べったくなんねんよっていう方結構いらっしゃったんですけど、なんでかというとね、キッチンのシンクとかでやると、キッチンのシンクって中が空洞なので力が伝わんないんですよ。だからテーブルの上とかにまな板置いてやったらすごいうまくいきます。お肉の部分だけ平たくできたらもうこれは大丈夫でございます。塩コショウをしていきます。はい。片面に塩を振って、まあ一つまみぐらいかな。で、胡椒。まあこれはね、照り焼きなんでね、粉胡椒でいいですね。ブラックペッパーしかない場合はブラックペッパーでも全然いいです。で、パタンと、ほら、こんなにね、平べったくなるんですね。一つまみしていきます。胡椒ですね。はい。胡椒もなくね、これ大丈夫。まあ塩胡椒を適量振ります。はい。そしたらですね、ここポイントなんですけども、片栗粉ね、小さじ2、片面小さじ1ずつこうやってまぶします。はい。これをすることによりチキンの水分が保たれ、プラスですね、この後で入れる照り焼きソースにですね、照りがつくんですね。これ非常に重要なので、皆さんやってください。片面ずつね。はい、こんな感じで落としていただいて、こんな感じでまぶしてください。はい。両面片栗粉をまぶしていきます。砂糖がね、小さじ1と半分。醤油、酒、みりんが大さじ1半ですね。お酒。はい。お酒が大さじ1半。みりんですね。ちょっと今日は家にあった本みりんを使いますけども、1半ですね。はい。お醤油です。これもね、大さじ1半ですね。味の素です。はい、これ金づいてください。はい。よーくね、砂糖が溶けきるまで混ぜてくださいね。はい。そうしましたらコンロを用意して、フライパン火にかけていきます。で、ここにですね、鶏の油もあるので、少しです。小さじ1ぐらい。小さじ1の油を引くと、鶏の油って結構出やすくなってくるんですね。ちょっとね、熱します。中火ぐらいでいいでしょう。皮前から焼いていきます。はい。こういう、ヘラとかで落ち着けながら焼いてください。そうするとですね、皮がまんべんなく熱されてですね、全体がパリッパリになります。皮をパリッとさせないとね、
油分が残っちゃって美味しくなくなっちゃいますんで、火はね中火ぐらいにしております。ハイボールが今日もうまい。完成した照り焼きを想像しながら飲んでいます。これね、鶏肉がね結構熱いとねなかなか火が通んなかったりするんで、こう押し付けないように焼いてます。大体もう 3,4 分焼きます。皮面だけで血油が出るんですね。油ですね。でこれは流せばいいので、これ持ち上げていただいて、ちょっとねこう捨てちゃってください。はい、そしたらね、油なくなります。そしたら裏返します。ほら皆さんどうですか、この焼け具合。弱火にしていただいて、さっき作ったタレですね、回し入れていきます。じっくり火を通していきます。これはうまいぞ。で調味液がですねふわっと香っていくんですね。このふわっと香っていく香りを嗅ぎながら飲んでいきます。いやははは。フライパンがちょっとねちっちゃいので、タレが煮詰まるまでちょっとかかるんですね。火力上げてもいいかもしれない。弱火より中火よりですね、使ってるフライパンにもよるんですよ。裏側をねタレで煮詰めていくような、皮面にもタレの味を染み込ませたいんで、こうやってかけていく。はい、タレをねかけていきましょう。こうやって全体に味がついていきます。この状態でまあ 3,4 分かな。やっぱりね照り焼きソースをとろっとさせていきたいんでね。でこれでまあ今 1,2 分やったと思うんで、倍の時間ちょっとやっていきます。今日も飲み行きます。これからチャンネル見てる人たちは状態から飲みに行くんだと思ってないと思うんですよ。でも基本的にほぼ 90% ぐらい飲みに行ってます。で煮ていくとこれぐらい煮詰まっていきます。この美しい照り見てください。でもごめんなさい、言い忘れました。鶏肉は常温にしといてください。その方が火が通りやすいんで。鶏肉をね、うまそう。どうこれ、切れ味のいい包丁で食べやすく切っていきます。鶏の照り焼きってね、いろんな作り方があるんだけど、僕が一番うまいなと思うのはこの鶏の照り焼きですね。これですよ。どうですか。叩いたことによって全体が均一に厚さになってますね。こんな感じです。持っていきます。おお、いいじゃないですか。いい感じに詰まってる。これこのトロトロのね、うまみの鶏のうまみを吸い取ったですね、この照り焼きだれということで、こちらで至高の照り焼きチキン完成です。はい、それではですね、早速できましたのでやっていきたいと思います。やっちゃいます。じゃあいただきたいと思います。いただきます。柔らかそうですね。こう照りのついたタレが非常に絡まってます。ちょっと完成前にちょっと酒だけ変えていいですかね。これね、銀白のハイボールだろこれ、絶対に。もう一口いかせていただいていいですか。タレ拭ってくださいね。これだよ。こっさうまいです。火の通りもね非常によくできてて、鶏の焼けたこの香ばしさ、非常にですね、炭火の焼き鳥を食べてるような、そんな香ばしさがありますね。焼き方もいいんですけども非常に美味しい。これめっちゃめちゃうまいわ。この照り焼きって砂糖の量少ないんですよ。砂糖の量は通常の照り焼きよりすごく少ないです。これは控えめの砂糖のタレがうまいんだわ。日本っていろんな料理に砂糖を使うじゃないですか。これなんでかっていうと、日本って食後にデザート食べる習慣がそんなにないんですね。だから糖分を料理で摂取するっていう文化が発達したんですよね。それを踏まえると甘くした方が良かったりもするんですけども、僕はですね、その一品として食べるんだったらこれぐらいの甘さがいいかなっていうふうに思うんですね。これ大当たりですね。最高。この料理に関してはハイボールじゃなくてチューハイですね。それが焼酎、水割りとかでもいいと思います。こ
これがヒズラン。このやり方で一回やってみてほしいな。思考シリーズはね本当にうますぎる。めちゃめちゃおすすめです。一品でもおかずになります。なのでぜひぜひやってみてください。